時は弘和7年、太平道の首領、張覚が数十万の民衆を扇動して放棄した黄巾の乱は天下を震動させた。紀州、余州、慶州、幽州などで多くの軍権が黄巾の手に落ち、都洛陽にも戦火の危機が迫った。朝廷は東晋均衡を解き、家臣を大将軍に任命し洛陽の防備を固めるとともに、保職、候補数、主春らを討伐に向かわせた。候補数と主春率いる朝廷軍は、永泉、徐南、南陽などの各地で黄巾と激しく戦い、最終的な勝利を収めたのである。余州、遠州、慶州の黄巾の大軍はほぼ駆逐された。しかし黄巾軍の最強部隊が存在したのは黄河の北、紀州にある張覚の本隊である。その本隊に派遣されたのは北中老省の盧植、儒学者としても名高く、劉備や公孫さんの師でもあるこの男が、今、漢の存亡王になってこの局面に挑んでいた。そこももともとは政治が悪いから発生しただけではないですか。中将寺を粛清しない限りは状況は変わりません。その通りだが、まずは僕を滅ぼさねばならぬ。張覚は漢にとって変わろうとしているのだ。これを後回しにすることはできない。そうですな。敵は張覚の本体だけあって紀州の兵に加え、揚州、慶州の精兵を集めています。巨禄を根拠に安兵、官僚を瞬く間に残し、軍勢も多いな。側軍が20里先に駐屯しております。よし、一旦我らも陣形を組むぞ。は、朝廷軍が接近してまいりました。ついに来たな。これな天下分け目の戦いだ。好天な漢に変われるかどうかが決まる。我が軍の数は士気も十分だ。はい、訓練も十分に積んでおります。よし、全軍前進、数で圧倒せよ。こうして盧植と張覚の決戦は幕を開けた。我が軍は不利です。揚州兵の部隊が崩されています。どうしたのか、あの盛況な揚州兵が。どうやら敵将の盧植がかつて揚州で軍師を務めており、その時の政治が大変素晴らしかったそうで、揚州の者どもは皆盧植を崇めており、進んで戦おうとしません。なんだって、揚州の兵は使えん。奴らはしんがりに回せ。戦闘中に陣形を変えるなんて無理ですよ。諸軍は連戦連勝し、張覚は天守制に追い込まれた。クソ、軍を退けよ。高層に立てこもれ。はは、盧植は連戦連勝し、黄巾族1万人以上を切ったり捕らえたりした。張覚長領は一旦高層にこもって防備を固める作戦を取ることとした。張覚らの籠城作戦により戦闘は一旦小休止となった。速度もは一旦なりを潜めましたな。即戦は不利だと思ったのだろう。数では向こうが勝っているから、時間をかけて形勢を逆転させようとしてくるだろうな。まず我々の防御を固め、負けない体勢を取るのだ。それでは我が軍の陣営の周囲に掘割を築いて防御を強化した上で、今度は賊軍の周囲に掘割を築くなど、包囲網も強化いたします。こうして盧植は攻撃と防御の体制をしっかりと固めた。これで体勢はほぼ万全となったな。よし、運艇を大量に製造せよ。かしこまりました。敵は撃つ手が見つけられずにいる。工場兵器が揃ったところで一斉に攻撃をかけ、攻め落とすぞ。中老、宮古から将校門が厳選視察に派遣されてまいりました。何、勘案だ。まあ、陛下が使わした視察の使者なので、それなりに丁重には扱わねばな。それでは戦況を説明し、軍中を一通り案内しておきます。うむ、対応しておいてくれ。観覧には賄賂を送っておいた方がよろしゅうございますぞ。わしはそのようなことはせぬ。しかしさもないとあらぬ残念を受ける可能性もございます。宦官や謹慎どものばっここそがこの反乱の元凶なのだ。もうそんなことはやめさせねばならない。視察にご協力いただきありがとうございました。お役目お疲れ様でござった。では、洛陽に帰りますぞ。お気をつけてお帰りください。何か忘れたことはございませんかな。いえ、特に何もありません。作法は期待していた賄賂が得られず、大いに不満であった。聖戦を視察してまいりました。強盗であったか。黄巾の賊は実は大したことがありません。簡単に破ることができそうです。何ではあまり心配しなくてよいのか。はい。しかし問題は路中老です。路中老は防塁を固め軍を休め、わざと戦いを避けております。なんだと、戦いを長引かせて賊と交渉しようとでもしているのか。何を考えているかわかりませんが、攻撃すれば勝てるのに戦おうとしないのです。けしからん。直ちに感謝を差し向けて盧植を逮捕せよ。こうして盧植は捕らえられ、洛陽に召し返されて罪に裁かれることになった。主春といい、盧植といい、宦官や謹慎に足を引っ張られまくりじゃないか。黄巾の乱が発生して米帝も考えを変えると思ったら何も変わらなかったわけだ。
これでは黄金の乱が平定できても詩人たちの朝廷への信頼はかえって損なわれる一方じゃないか。そうだな。黄金の乱は冷徹、ひいては五冠が立ち直る最後のチャンスだった。せっかく東人を恩赦してこれで世の中が変わると思わせておいて、結局やっていることは前と変わらない。これじゃ皆失望するよな。黄金の乱は人々の心が決定的に朝廷から離れるきっかけになったと言っていいと思うぜ。ここは加藤軍。かつて羌族との戦いで先行を立てた董卓はこの加藤軍の大将を務めていた。その董卓のもとを朝廷の勅使が訪れた。加藤軍大使董卓を東中老将次節とし、盧植に代わって黄金族の討伐に当たるよう命じる。母、おめでとうございます。いよいよ父上の出番が回ってきました。盧植もバカだな。宦官など反感を買わない程度にうまく扱っておけばよいもの。ところで、この加藤から紀州に向かうにはいかがいたしましょうか。黄河を下れば楽で早いが急流がしくの大変。山道を通ってから抜けるか、関心が趙に攻めた道を取るか。じゃあ関心の孤児に習おう。清警官から紀州に入る道を取るぞ。董卓は盧植が紀州を攻撃した経路とは異なり、北方の清警官から趙郭の背後をつく作戦に出た。黄金側では天候将軍趙郭と人工将軍趙良が南方のコースを守り、地高将軍趙方が北方の下局を守っていた。将軍、朝廷軍は清警官から攻めてくるようです。なんだ、高宗ではなくこっちに来るのか。教州、永州の精兵が主体のようです。精兵とはいえ数ではこっちがはるかに上だろう。この下局用だけで数十万の兵がいるのだ。では、この地で迎え撃ちますか。下手な小細工を浪することもないだろう。正攻法で圧倒するぞ。かしこまりました。こうして趙方率いる黄金軍と董卓率いる朝廷軍は下局用でまみえた。ここに来るまでで使えたのにすぐに戦か。うわ、敵の数すげえな。兵でも埋め尽くしているじゃねえか。いけいけ、ひるむな。それ、かかれ。数と数では黄金軍の方が圧倒的だった。数に劣る遠征疲れもある朝廷軍は徐々に不利な状況に陥った。まずいですね。むむむ、これでは勝ち目がないか。ちょっと無策すぎたか。しまった。この調子だ。押しつぶせ。こうして趙方と董卓の戦いは趙方の勝利に終わり、董卓軍は敗走した。いかんいかん。董卓が全く歯が立たなかったじゃないか。紀州の賊軍の本体はとりわけ強力ですからな。候補数だ、候補数。あいつだったらきっと何とかしてくれるだろう。ただいま候補数は永州の平定を進めておりますが、遠州はもう大体片付いただろう。直ちに奴を紀州に向かわせろ。公は7年8月、冷帝は命乗を下し、候補数を北方戦線の司令官として趙郭を討伐させることとした。兄上、余州と遠州を平定した候補数が朝廷軍を率いて向かってまいります。これは手もは奴と戦わねばならぬな。うれな。兄上、どうなされました。兄上、兄上。趙郭は突如病に倒れ、帰らぬ人となった。趙郭の訃報は徐々に全軍に伝わった。黄金は大きな精神的支柱を失ったのである。赤麻呂です。紀州は趙郭三兄弟の本拠地でもあり、黄金は精鋭を集めていました。古蜀はその強力な敵を相手に着実に勝てる状況を作っていましたが、宦官の讒言によって更迭され、代わりに派遣された董卓も敗れた結果、朝廷は最後の切り札として候補数を差し向けることにしたのです。黄金は指導者の趙郭を失ったものの、依然として強力、候補数はどのように戦うのでしょうか。それは次回ご紹介します。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。